労働に強く反対いたします。皆様の絶望と悲しみと怒りと嫉妬と不安と恐怖と拭いきれない欲望とともに寄り添ってゆく傷を舐め合う世界一優しいチャンネル、ネガティブマンチャンネルへようこそということでね、今日はね、山本由伸メジャーリーグ観戦歴20年以上の私ネガティブマンがね、どうしてもね、時々野球について野球と言って野球と読みますけどね、語りたいと思います。世界を滅ぼすチャンネルですけれどもね、ちょっとね、皆様にはね、我慢していただきたいなと思います。山本由伸には明日日本時間午前8時5分にね、ニューヨークヤンキースの本拠地ニューヨークにてね、ニューヨークのヤンキーススタジアムでね、登板しますけれどもね、楽しみですね。あれだけ山本由伸を取りたかったヤンキース打線がね、由伸をどう迎え撃つのかっていうね。それで私の予想としては山本由伸は炎上すると思います。多分ボコボコに打たれると思います。よくて5回4失点。私の普通の予想であるならば4回6失点3回5失点でノックアウトされると思います。もっと早いかもしれないですね。そのね、理由というかね、野球に少しはね、詳しい男、ネガティブマンがちょっとした解説をしていこうと思いますね。どうですか、この帽子ね、ボロボロだと思う方いらっしゃると思いますけど、これね、私が高校の時のね、野球部の公式帽子なんですね。試合の時にだけ被る帽子なんですね。多分ね、先輩から代々受け継がれてきた帽子なんですね。私も譲り受けた記憶がございますけれどもね、ボロボロなんですよ。ここは革なんですよね。革なんですよね。そんな帽子現代にはないですからね。これをね、かぶってね、山本由伸がなぜ明日炎上するのか。もちろんね、期待を裏切ってね、高級ですけれどもね、30数年前の Z の高級ですけれどもね、もちろんね、山本由伸選手にはね、期待を裏切ってね、予想を裏切ってね、ネガティブマンの予想が逆の神と書いて逆進の予言になるようにね、7回無失点ね、10奪三振みたいなね、ことになってもらいたいですよね。私もドジャースを応援しておりますから、なってもらいたいですけれどもね、怪しいです。とても怪しいです。おそらく炎上すると思います。まずそのね、理由をね、ルール説明していこうと思います。まず第一に、決め球がないんですね。私、山本由伸選手、山本由伸投手、日本時代全く知りません。オリックス時代ね、全く知りません。プロ野球見ませんからね。だもんでね、とにかくね、メジャーに来てからの彼を観察してみるとね、やっぱりね、決め球がないですね。三振を取るときはなんか偶然っぽいね、感じですね。決め球がない。だからいつも常に 3-2 になってね、フルカウントになることが多いですね。制球がいいっていう割にはなんかボールに慣れてないのか、一回り大きいですからね。ボールに慣れていないのか、
分かりませんけれどもね、とにかくそういうことですね。決め球がない。そう、なんて言うんでしょうね。まあ大谷ならばスイーパー的なね、そう、ダルビッシュならばこうね、いろんな変化球だったりね、フォーシームだったりいろいろありますよ。田中将大投手がね、ヤンキース時代ねいましたけど、やっぱり低め低めについてね、こう走るボールでね、最後はスプリットみたいなね、そういうなんか決め球がね、これと言ってないですね。で第2にですね、あれですね、そう、フォーシームが良くないんですよね。フォーシームがね、フォーシームがね良くないんですね。こうスピードがあるわけじゃない、94マイル5マイル93マイルあたりをね、時々96マイル、いや6マイル見たかな。とにかく速くもないし棒玉だし、こうなんかシンカー気味にね、最後落ちてみたりとか、ツーシーム気味にこうねスライドしたりみたいなことがなく、全く素直なストレート、フォーシームなんですね。内頃のスピードですしね、非常に綺麗な打ちやすそうな棒玉なんですよね。回転数とかはあんまり僕は信用してないですけれどもね、あれは内頃だと思います。で実際そういうね、また彼の試合を見ているとハードヒットされることが多いですね。そう、非常に今のところ運に助けられているなっていう印象を受けます。はっきりヒットを打たれる時には強い打球でね、しっかり捉えられてますね。それもまたね不安要因ですよね。明日、そう、日本時間6月8日午前8時5分にね、プレーボールですけれども、あと3つ目にね、さっきの決め球とも関係してきますけれども、とにかくね、わけのわかんないションベンカーブがね、本当にションベンカーブでね、初見で第1打席ね、第1巡目はね、上位打線も下位打線もね騙せるんですよ。ところが2巡目ぐらいになるともうね、多分ねタイミング合わせやすいんですよね。なんていうのかな、そう、それがまたね甘めに入ってくるんですよ、見てるとね。タイミング合わないやつは合わないですけれどもね、とにかくフォーシームストレートがねあんまり良くないんでね、こうカーブをね待たれるともうあっさりと持っていかれますね。あれが甘い。そしてスプリットがねまたね、低めに投げたスプリットがことごとくね、なんて言うんでしょうね、落ちるのが早すぎるっていうのもありますけれども、まあ見切られますよね。かといってベルト付近に投げるとなんかこう落ちが悪いんですよね。なんかカクンってならないでこうね落ちるんでね、簡単に救われるんですよね、バッターにね、バットでね。あれまあ甘いですよね。だから決め球じゃどちらも決め球になり得ていないですね、現状ね。そうで4つ目としてね、やっぱりねキャッチャーが誰であれね、とにかくなんていうんでしょう、配球と言いましょうかね、配球がまずいですね。なんていうんでしょう、なんていうのかな、膝付近の低めにね、内外みたいなね、ベルト付近内外みたいなね、なんかこうちゃんと高めと低め高低を使えてないんですよね。あれは良くないですね。キャッチャーが悪いのか、由伸投手が悪いのかよく分かりませんけれどもね、
もっと高低を使うべきですね。そう、配球がちょっとね、単調だな、いつか打たれるだろうなみたいなね、非常に不安な配球ですよね。そうで、今後のね、明日は炎上すると私予想しておりますけれどもね、明日はね、今後の山本由伸選手はどうなのか、投手はどうなのか、あれですね、このままではね、12年500億ねとしてね、ドジャースのエースになるのは非常に難しいと思いますね。まあ何年か経ったらトレードかなんかでね、出ていかざるを得なくなるかもしれませんけれども、行った先でもエースっていう感じではないような気がしますね。今のままではね。これから変わるかもしれませんよ。菊池雄星みたいなパターンもありますからね。1年2年やって徐々に慣れていって、こうね、エース級の投球を見せるっていうこともね、あると思うんでね、そこは期待してみたいですけれどもね、今のところどのチームに行っても、もちろんドジャースにおいても3番手4番手じゃないですかね。今ドジャースはね、ドジャースじゃなくて本当の発音はダジャースですけどね、ダジャースですけれどね、ドジャースにおいてもね、このままでは3番手4番手じゃないのかな。もちろんね、このね、ネガティブ予想をね、裏切ってね、もう大谷翔平の予想は僕はね、自信ありますけれどもね、大谷翔平の動画もいくつか上げてますけれども、大谷翔平のいろんなね、特性や特徴っていうのはもうね、見切ってますけれどもね、まだまだね、山本由伸投手は若いですからね、25ですから、これからだと思いますけれども、もっとね、慣れてくればいいと思うんですけどね、今のところちょっとね、通用するかとかね、いう段階だと、ちょっと通用しないような気がし、通用するんですよ。なんやかんや通用するんですけれどもね、1年を通して防御率3点台後半、4をやっと切るぐらいのね、そんな感じで今年も来年も終わるんじゃないですかね、このままだとね。そうメジャーリーグ20数年見てきた私がね言うんですけれども、そうなんですよ。ちょっとね、今のままではね厳しいんじゃないのかなと思います。もちろんね、この逆進ネガティブマンの予想を裏切ってほしいですけれどもね。だもんで明日のね、どうなんでしょうね。なんか山本由伸投手がこう微妙な投球をするたびにね、プロ野球を見てきたオリックスファンとかね、山本投手のね信者と思われる方々はね、あらゆる言い訳を駆使してね、こんなもんじゃないってね言うんですけれども、もうそろそろね責任を取ってもらいたいですよね。ちょっとね、やっぱり冷静に分析っていうか見ていかないといけませんね。もうちょっと知った激励した方がいいと思いますね。私が何年も前から大谷は勝負に弱いよね、8回9回延長でねちっともね打たないよって言ってね批判を浴びてきましたけれども、ようやくねドジャースにね入って皆さんがね気づき始めて発信し始めましてね、ようやく分かってくれたかという感じですね。サヨナラヒットこの間打ったじゃないかね。メジャー6年で常に中心打者で打席があれだけあった男でね、サヨナラヒット2本目ですよ、ね、4年ぶり2本目、ねね、
そう直近の成績で騙されてはいけません。もちろんね、山本投手もね、大谷翔平ももうね、とてつもなく私を応援してね、しっかり見ていますけれども、まあね、そんな感じなんですよね。そうだもんでね、そう明日炎上すると思いますという予想を裏切ってほしいですけれどもね、山本投手、そうですね、菊池雄星のようにね、びっくりするようなね、変貌を遂げてね、メジャーに慣れてね、こう本当にね、私のこの動画がね、死ぬほど叩かれるぐらいにね、成長してもらいたいと心の底から本当に思っていますよ。もちろんそうですよ。そうです。そう。ただ今だとね、今の現状だとなんかね、大谷が調子悪い時のピッチングみたいなね、なんか球が走っていなくって、なんだかチェンジアップなんだかスイーパーなんだかスライダーなんだかよくわかんない抜けた球がね、真ん中高めに、ど真ん中低めに入ってね、ボンボン打たれるみたいな、そういう感じなんですよね。そう、なんて言うんでしょうね。いや、今永が調子がいいからね、騙されてるだけだみたいなね。まあまあ、それもあるんでしょうけれどもね、ちょっとね、今のところ、運よく抑えてるなっていう感じが否めません。まあね、これ以上語ってもしょうがないから、明日の結果をね、ぜひともね、注目してね、興味のない人もね、ネガティブマンの予想どうだったんだろうってね、見てみてくださいね。まあネガティブマンなんでね、逆進になることを私自身が祈っておりますけどね、怪しいと思いますね。ジャッジとか不安外田とかね、スタントンはまあどうでもいいですけどね、下位打線とかにもね、結構捕まると思いますね。1巡目から捕まるし、2巡目ならなおさらだと思いますね。データ的にね、3回を乗り切れば4回以降の防御率はみたいな話もありますけれどもね、甘くないと思いますね。うまいこと運に助けられて5回2失点で降板6回いければね、嬉しいなっていう感じだと思います。そう、明日山本由伸投手はね、炎上すると思います。いや、してほしくないですけど炎上すると思いますね。3回5失点降板、4回5失点降板、普通に予想するならば5回4失点降板、ノックアウトだと思いますね。本当に予想を裏切ってね、ビシッと抑えてね、このネガティブマンをひねり潰してもらいたい、そう思いながらね、そうちょっと明日の試合本当に大事なんだよね。大事というか、こう面白いじゃないですか。あれだけラブコールを送った山本由伸投手に送ったね、そうヤンキースがね、どう対策してくるのか、完膚なきまでに叩き潰すのかね、ネームバリューにやられてね、ヘロヘロにね、三振の山を築いたり凡打の山を築くのか。面白いですね。面白いです。そうね、大谷も打ってくれたらいいんですけれどもね、とにかくまあという感じです。そうという私のね、山本由伸票、今現在においてですよ。わかりませんよ。これからね、先ほども申したようにこうね、後半戦に向けてね、ぐんぐん適応してね、こうオリックスファンとかね、プロ野球をよく見ている人が言うようなね、びっくりするような制球力っていうものをね、見せてくれるかもしれませんからね、それを期待してね、明日見守ろうと思います。
まああんまり見れないんですけどねあんまり見れないんですけれどもね、ちょっとでも見れたらね、しっかり見ようと思います。というね、野球動画でした。ね、時々野球動画を投稿します。それでは明日にも今日にもね、この世界が滅びますように。ネガティブマンでした。